日進月歩塩田正宏です。今日も岡本先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。で、先生、脱力ではなくて、抜力、抜く力っていうのが大事っておっしゃられてるんですけども、そこの説明を今日はしていただきたいなと思います。抜力って全身の力を抜くことではないんですよ。最低限ローテーターカフ、腕の上腕骨を常時引っ張り上げてる。つまりこの筋肉群、これをローテーターカフ、極上筋、極下筋、肩甲下筋、肩甲骨の裏側ですね、肩甲骨剥がしのところに入れる場所ですね。それからこの小円筋、こうやる運動、この上腕骨の上からよいしょって上腕骨の一番上のところをムンズと掴んでる場所がローテーターカフと言われる場所です。でこれね、どんな時でも働いてるんです。寝てる時でもよいしょって言ってるんです。つまりそうしないとどうなるか、上腕骨がパカッと外れて脱臼が起きるんです。ですから長期間寝てる人は腕を動かさなくなるとここが5センチぐらい開いちゃうんです。すっげえ痛いらしいですけどね。つまり、はいはい、ここの力はぐっと使っていても、ここのスイッチです。これが抜力です。抜力。力を抜く。今のが抜力。つまりここの力とここの力とここの力は抜かないまま、ここだけスイッチを。もう全然わかんないな。持ってる方は、わかんないですよ。じゃあ持ってる方はね。今の大事ですね。ここの力抜かなくてここだけ抜くっていうことが大事で、みんな多分こっちも抜けちゃうんで、全然こう響かないですけども、重さがありつつ、なのかな、全然発信源がここはでは全くないので、こうなるんです。こうなっちゃうなっていう。お風呂で手が沈んでるでしょ。これ抜くとね、ここに抜くんですよ。土左衛門状態。皆さんお風呂で手こうやってやれてるでしょ。はい、あれ力入れてるから、ローテーターカフがオンして動かないしてる。でそこスポンと抜けると、ふわっとパカッと浮くでしょって。温泉なんかではーっとやってて、ポコンと浮くとね、これが抜力。ローテーターカフの筋肉、これらの筋肉のスイッチをオフするんです。で、オフしにくいんです。オフすると何が起きるか、脱臼するよね。昔ウルフと呼ばれた、横綱千代の富士。千代の富士って脱臼しやすい人だったんです。ここが常時ガッとやった時にスポンと抜けちゃうんです、ね、野球でこうやってやってる時ここ抜けちゃうでしょ。要はローテーターカフのスイッチが切れちゃうと、それがスポンと抜けちゃうんです。ですからそれを人為的に起こすのが抜力なんです。どうでしょう。そっか。読めないんだ。ここ以外の力抜いてもすぐバレちゃうでしょ。はい。ここの力残したまま肩だけスポンと。なるほどね。これを得意としてたのが井上恭一先生や、万世堂の砂泊先生。で、そっか、この前説明していただいた動画でも、その抜きっていうところでしたけども、他のところは固めつつ、ここだけ抜く。じゃあ、ちょっと、先生、この前と説明が、似てしまう部分もあるんで、石渡さんに、ちょっと伝授というか、僕に伝授していただけますか？はい、まず、逆に両手の方がいいな。ギュッと握って、僕は、はい。ギュッと握って、それを維持したまま、ってやってみてください。それです。終わっちゃったじゃないですか。すごい簡単な技術じゃない。でも、ここを残したまんまで、みんなこうやって脱力して、ちょっと動かないようにしててよ。まだ相手があるって感じだけど、残したまま。だから、わかんないよね、相手が。ここはでもちょっと確かに硬いまんまというか、ここもパッて抜いたら、あれ動かないってなるけど、だから、わかんない。小手に力を入れたまま、脱力した方がかけやすいんです。小手に力を入れたまま、ちなみにこれは指を張る感じでも大丈夫ですね。こういうでしょ。っていうことですよね。はい。
ここの力を抜くと当然のごとく確かに落ちるんです、落ちるからここが逆に踏ん張り始めるんです、だからここでこうやるとここがオンによりオンになるんです、だからこうやったままスポン、なるほど。じゃあ井上先生とかがやってるのはもう達人だからここがまあ確かに抜かれててもできるっていうことだと思うんですけども、まあ練習としてはでも固めてやった方がいいと思いますね。こんな感じですね。でこれがリトマス紙、力が抜けてるかどうかを確かめてもらってギューッと握っといて、この時に抜くと頭が落っこっちゃうんです。だからってやって頭の重心を固定するんです。そうするとローテーターカフのスイッチをオフしても頭が落ちないから平気なんです。じゃあこれをこうやって抜くと頭落ちちゃうんですよ、一緒に。こうやってここだけ抜くとこれが起きちゃうんです。だから止めといて、が嫌だったら顎で頭の落下を防いどいて、でもここのだからリトマス紙は反応してないですよねっていうことですよ。だから脱力したら抜けたって察知がわかるじゃないですか。ここも抜けてないからっていうね。だからここが脱力と抜力の違いですよ。みんなってやってるのは全部抜けちゃってることが脱力だと思ってるから、結局ここに乗った人には繋がんないっていうかっていう感じだけども、こことか残しながらっていうことだからっていうことで、先生今までのもう全部抜力をされてたんですね。いや通常は抜力はしません。そこでパッと引かれたら抜けちゃうでしょ、怖いから、あんまり使わないんです。なるほど。その代わりに振るとこっち側でやっちゃう。だからこれまた面白いのが、なんかいろんなじゃあ合気道をじゃあ崩すこととか効き目があることが目的だとしたら、なんかこの方向しか正しくないって思う人がいっぱいいるんですけども、いろんなやり方があるじゃないですか。同じような反応に見えて、でも使い方が違うとか、抜力であったりとか、合気であったり、柔術であったりとか、全部違うけども、それが正しいっていうから、まあみんな喧嘩になるわけですよね。塩田剛造の解釈もみんな違うけども、みんなね、まあ違うことを使ってたとしても、まあ反応が同じだったりね、でもそれは違うっていうのは、やっぱだからね、武道ではね、あんまり良くないと思うんですけどもね、でも結構そういう人が多いと思うんで。総覚は、これらの技術を全部それぞれの人に伝えてるんです。総覚って万能の天才なんです。抜きも使うし、合気も使うし、手の内の技術でなくて、肩でスポンと抜く技術もあるし、放線除去6陣でキュッとつなぐ技術もあるし、これは全部教えてるんですよ。で、それぞれの人が、お前にはこれを教えてる、一人の人に全部渡してないんです。久拓磨にそれは免許皆伝と言いつつ全然渡してないんですよ。なんか達人結構ありますね。初見先生、武人館の初見先生もね、この実はあなたに、この実はあなたにって言って振り分けちゃうんで、そしたらじゃあ初見先生はまた生まれなくなっちゃうんですよね。ここはこれだから、じゃあここでしかこれは習えないみたいなのがあるんで。だから技のオンパレード、日本でって、私のやってる日本でって百貨店なんです。そういうことだったんですか。でもそれぞれの方は専門店なるほど。多分分かってないかもしれないけども、日本で、まあ、大統領ではとは言わないですし、喫茶店の系統です、なので万能型なんですね。他の大統領っていうのは一つのものに特化したここの術を習ったみたいな。まあ確かにこれは3つの術ですって分けられる先生とかもいるのはいろいろ知ってますけども、大抵はまあその一部っていうか専門店、日本伝の岡本先生がやられてるのは万能店っていうのだから百貨店ですね。百貨店だからものすごく高いものは売ってないんだけど、とりあえず全部揃ってるよって。ちなみに万世館ってそういう意味じゃないですよね。違います違いますね。あれは抜けたけど、預ける任せるだけだから。なるほど。だから全部、研究していかないといけないんですよ、百貨店を名乗るためには。そこそこのものをそこそこの値段で売ろうとすると、
根付けも大事でしょ。うん専門店はピンキリで売っていけるんです。一つのものをね、一つの種類。百貨店はいろんなものを並べて、どなたにも対応できますよっていうやり方。だから他のことを全部研究し尽くしていかないといけない。この抜力は、どこから来てるんですか？井上さんですかね、万世堂ってあと。ああ、でも井上先生とかは、まあいろいろ学ばれてはいたけど、基本養親館であったり、砂泊先生も合気道。合気ですね。まあ合気道でね。だから塩田先生解釈が塩田先生はやってたんですよ。言わないけど。だから井上教授さんはそれを盗めたんでしょ。あの人が独自開発したわけじゃないから。で、それと同じものが万世堂に、つまり上芝生から伝わってるわけですよ。元になる種があって、それを育てていって専門化したっていうのはありますよね。万世堂にしても、井上教授先生にしても。でも根っこは上芝生であり、塩で返すでしょ。そのもっと根っこどこってそうか。根っこは全部双角だから双角の全体像をつかむためには、いろんなところのものを見に行かないと分かんないんですよ。そんなものあるのみたいな感じなんですよ。双角は万能だからってことですね。確かに上柴先生が受け継いだのも双角の一部であるわけであって。みんなそういう考え方しないでしょ。発展して進化したものがすごいって言って、それこそが愛義だって言ってるわけでしょ。そうですね。ただ本当に上柴先生だけを見たとしても、やっぱ晩年とその若い頃とかのも違うと思うし、塩田合同を見ても、なんかやっぱ伝えようとしてる時とそうじゃない時とで技が変わってくるんで、それを僕は全体を見たいなと思っていましたけども、武田双角自体ね、技の自体が、武術だから、武道とかではなくて、その専門とかではなくて、なんで、それを考えると本当にじゃあ、果てしなく道のりは長いんですけど。だからあなたの場合は若いから、まだこれからいろいろとね、研究ができる。私はもう70だから、それでもいろんなものをやってきて、で、それを武術に結びつけて、で、それぞれのものを再現しようねっていう。僕の場合は見本があるから再現しやすいですよね。抜きはこれだよねとかね。だから合気会の技術の一番古いものを見ていく。つまり上島が発展していく過程をずっと見ていくことが大事なんですよ。ここでこう変えるのかみたいなね。どんどん手抜きしていくんだよねってそうすると最初からここが半分抜けてる状態で振り抜けばいい。なるほどね。つまりふわっとしたで、このふわっとした状態って何っていうとね、猿が木にぶら下がってる状態なんです。人間は懸垂するでしょ。ここら辺の筋肉で枝にぶら下がろうとするでしょ。クモザルとかテナガザルとかオランウータンなんかはこういう状態なんですよね。肩が抜けてる状態なんです。その肩が抜けてる時に猿は鎖骨があります。これぶら下がるための骨なんです。他の普通の動物にはないんです。馬とか牛とか猫ですらないんです。あれ木に登ってんじゃん。彼らは爪で引っかかって登ってるわけ。猿がさっき言った視床腱膜で摩擦を作って肩の構造がスパーンと抜けた状態で、つまり肩がスーッと上がっていく、体を支えていくためにぶら下がる。でこのことを柳生石州生持住手段口伝書という秘伝書の中で猿の木を取るがごとくって表現しています。猿が木の枝にぶら下がっている状態が刀を使うことなんだと。すでにもう室町後期にこの技術って確立してるんですよ。上泉見世の神の時代に新掛流って確立されて、それの免許改伝をもらったのが石州生ですよね。その表現が猿の木を取る。猿が枝にぶら下がっている状態なんだよって。それができるとひょいっと
れができるよねって、でこのことを素振りの中で学びなさいって言ってる、どっこいしょって、なんで私が進化系を研究するかっていうと、だって室町講義が確立してるんだからならないと損でしょって。で、上芝王はここの部分と体実の部分を特化して教わってる。それを学ばなかったんでしょ。どうしよう、はい、ぶら下がるんですよ。はい、ちょっとグッと踏ん張ってて、はい、両手で上げるんじゃないですか。ぶら下がる。肩の構造が変わるんです。で、この時にこの筋肉群のうちの一部のオフをしないといけないんです。全部を抜くんじゃなくて、井上京一先生とか島野森先生は全部抜くっていう技術で抜きをやりました。この技術は極上筋を抜いて、要はボードを投げるような状態になっている状態を言うんです。この部分もう抜けてるんです。抜けてるんだけど投げる動作は続いてるんです。だから相手の体がふわっと浮くよねって、ボールを用意しとって投げようとするこの肩の構造で、なんでそれできるんですか。昔猿だったからぶら下がるよねって、体の中に DNA の中にまだ残ってるんです、ね、だから肩の構造を変えちゃうとって。で、この肩の構造は何にありますか。生活動作の中で。私、猿は無理なんです。担ぐ動作にあるんです。どっこいしょって担ごうとするときに、はい、この肩。物を担ぐっていうのは、肩の構造を変えて上に持ち上げる運動のことを言います。だから、担ぐ動作にあるよって。つまり相手上げと称する充実的な上げ手はこれなんです。腕は動いてないんです。手のひらは摩擦係数増やしてまして、相手に力が伝達できる仕組みを作ってるんですけど、あと肩が担ぐ運動をしに行くのは、合気道でいう後ろ技両手持ちとか手打ち投げとかで一緒ですね。だから先生全部ね、肩は落ちてるんですよ。肘が内側向いて。後ろ取りって全部これです。腕じゃないんです。担げばいい。羽織をしょうように。羽織でよいしょって担ぐようにって。だから昔の日本の動作の中には和服を着る動作の中にあったんで、生活動作なんですよ。だからとこしょ、よいしょよいしょって襟を合わせて、で中でこっち側の側でこれを引っ張り、こっち側の側でピッと引っ張ってるから、よいしょ、ほらしょ、ピタッと止まるでしょ。体内でこれがはだけないように内向きから圧力を出す。だから日本人が着るのと外人さんが着るのと、どこか違うよねって、ここ張ってねえじゃんって、張ってないじゃんって。生活動作、和服を着た生活動作はそれが必要だから、嫌おうなしに身につけるんです。どっこいしょって。だから肩を使い、体を使い、よいしょ。で、ここスポット抜いて重心操作をして、頭の重心が動かないように、ほぼ学問なんですよ。あれとこれと力学の計算をしてみたいなことやってるんです。で、それの力学をいちいち計算式を立ててやってられないんで、生活動作の中に見つけましょうと。だから本当襟が落ちるのが和服の着方ですよね。昔の写真見てると、こうじゃないですよね。女性がストーンと、ここの襟首がストンと立つんです。で、ここのうなじが綺麗だよねって。女性の美は、日本の女性の美はうなじなんです。そこが見えてて、そこが綺麗だからって色気を感じる。
だからこうじゃないです。それは男。女性はこうなってる。首が落ちてる。首が落ちてるからここが見えるんですよ。で、見えるか見えないかのところに色気を感じる。だから、これだけでふっとできるでしょ。生活動作の中に回答はあります。美術だからいいしょよいしょってそうじゃないですよ。それでふっと崩せるんだったらその後ズボッといっちゃえばいいじゃんって。その領域の話です。岡本先生はそのね、生活なんで、それがどういう動きになってるのかとか、まあ、人間本来こう、理にかなった動き、例えばなんか、すごい重りを持って何キロも歩きますよね、昔の方は。だからそういうことって今の人できないし、まあ、歩くとしても外にちょっと何分かとかじゃないですか。多分そう、ね、何時間もやって分かんない部分が、ね、あるんですけども、まあ、そのね、今の利合いで、人間、ね、もっと強い力を、出せるはずなんで、まあ、昔の方がどうやっていたとか、研究するのもやっぱ武道にすごい活かされると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。先生、ありがとうございました。